未来創生センターではロボティクス、ライフサイエンス、社会システム、数理データサイエンスを切り口に次の時代に役立つであろう技術の研究をしています。こちらのトヨタ記念病院ですが、全面建て替え計画を機に院内の物流をサービスロボットに置き換えられないかと始まったのが今回のプロジェクトです。搬送の緊急性が高いものはスタッフが運び、病院スタッフの負担も大きい搬送物をロボット搬送対象として選定いたしました。工程を 3D で見える化して改善する技術として工程シミュレーター、現場を開発してきました。実際の工事現場ですと、作業員さんの人数、作業の割り当て、現場のレイアウトなどを一度決めてしまうと、改善のサイクルを回すことが難しくなっております。そこで現場を使いますと、バーチャル上で改善のサイクルを何回も回すことができるため、改善を加速することができます。現状ではこちらに示すサイクルタイム表で工事計画の管理をしています。これにプラスして現場を用いて検討することで詳細度を上げることが可能です。皆さんこんばんは。お時間になりましたのでイベントを開始させていただきます。本日司会を担当しますテックプライの坂本です。よろしくお願いします。本日はトヨタ自動車主催イベント、トヨタの未来創生センターが挑む現場で鍛える研究開発の全容、医療や建設の現場で働く人たちをもっと楽にしたいにご参加いただきありがとうございます。今日は愛知県豊田市にあるトヨタ自動車広瀬拠点から生配信でお送りしています。本日ご紹介するのはトヨタ自動車の中にある研究組織未来創生センターの取り組みです。未来創生センターではモビリティの概念を拡張し、自動車にとどまらず幅広いハードウェア技術を活用した社会課題の解決に挑んでいます。その一環として数理最適化、デジタルツイン、ロボット開発などの技術研究を進め、実際の現場に応用することで研究成果を進化させています。本日はそうした研究の現場実装プロセスにフォーカスし、研究と実証をつなぐリアルな事例をお届けします。ぜひ最後までお楽しみください。この後簡単にご案内をした後にご登壇者の皆さんにバトンタッチをしていきます。まずは本日のタイムスケジュールとご案内をします。この後19時5分頃からトヨタ自動車未来創生センターの皆さんによる講演セッションをお届けします。本日は院内搬送ロボットポタロや工程シミュレーター、現場といった具体的な事例を通して研究開発と現場実装の間をどうつなぐのか、そのリアルをたっぷり紹介していきます。講演セッションの後半には視聴者の皆さんのご質問にお答えする質疑応答のお時間も設けています。気になる点があればぜひお気軽にご質問ください。それではここからはトヨタ自動車未来創生センターの皆さんによる講演セッションに移ってまいります。本日は未来創生センター R フロンティア部より5名の方にご登壇いただきます。井ノ原拓郎さん、豊島聡さん、渡辺裕太さん、田島佐和子さん、小川裕太さんです。それでは大変長らくお待たせいたしました。講演トップバッターの井ノ原さん、よろしくお願いします。こんばんは。本日は多くの方にご参加いただきありがとうございます。本日ファシリテーターを務めさせていただきます井ノ原拓郎です。まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。私は2023年4月にトヨタ自動車株式会社へ入社し、未来創生センターに配属されました。大学では制御工学、大学院では人間工学を専攻していました。トヨタ自動車未来創生センターを志した理由は研究が好きだからです。就活時には様々な研究機関を調べていましたが、中でもトヨタは世界のお客様に車をお届けしていることから、いつか自分が研究した内容が世界の人たちにお届けできたらという思いで志望しました。現在は工程シミュレーター、現場の最適化機能、リスク分析機能の研究開発を担当しています。研究で得られた成果を実際の工事現場に導入した結果、作業員の方から楽になったと言っていただき、嬉しく思っています。まず、未来創生センターについてご紹介いたします。トヨタの組織はこの図のように大きく社長直下のコーポレート機能と
もっといい車作りを推進しているビジネスユニットの2つに分かれています。私が所属している未来創生センターは社長直下の研究組織です。未来創生センターではロボティクス、ライフサイエンス、社会システム、数理データサイエンスを切り口に今すぐ製品化する技術の開発ではなく、次の時代に役立つであろう技術の研究をしています。未来創生センターでは社内・国内外の研究機関や企業との共同研究が盛んです。また、研究した結果をすぐに試すことができる現場が多いのも特徴の一つです。未来創生センターの活動については、トヨタ自動車企業サイト内にある未来につながる研究や X をぜひご確認ください。X で多くの方とつながりたいと思っています。トヨタ自動車の行動指針の一つに、自分以外の誰かのために行動するという指針があります。未来創生センターの研究も誰かのためにを想定しながら実施しています。今回はそれらの研究の中から2つご紹介します。1つ目は看護師さんが患者さんと向き合う時間を創出するために搬送サービスロボットを導入した事例。2つ目は高速道路工事現場で働いている人を楽にし、結果として工期を短縮して高速道路利用者の利便性も向上させたバーチャル工程シミュレーター現場についてです。それではここで一旦マイクをテックプレイの方にお返しいたします。はい、井ノ原さん、未来創生センターの全体像や取り組みの背景についてありがとうございました。ここからは実際の現場応用の事例として搬送サービスロボットポタロの取り組みをご紹介していきます。病院スタッフの思いとロボット技術、そして生産現場改善のノウハウがどう融合していったのか、競争で職場の景色を変えるチャレンジにぜひご注目ください。それでは豊島さん、渡辺さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。豊島聡と申します。本日はトヨタ自動車未来創生センターのテックプレイにご参加いただきありがとうございます。私は幼少期から特撮映画に夢中になって、その影響でロボットエンジニアを志すようになりました。学生時代にはロボカップのレスキューロボットリーグに参加して仲間たちと一緒にロボットの活躍の場を追求してきました。2013年に新卒で入社して複数のロボットのハード開発を経験して、現在は搬送サービスロボットポタロのシステム開発と企画のリーダーを担当しています。ロボットを通じて人々の生活をより良くするために日々奮闘中です。本日はどうぞよろしくお願いします。こんにちは、渡辺裕太です。学生時代にはロボコンに参加して技術の楽しさを実感しました。2017年に新卒で入社し、現在はポタロのソフト開発を担当しています。最近ではポタロになりきって病院内を下見している姿が温度メディアで紹介され、その写真がロボットになりきる研究者として X でも話題になりました。本日はロボット技術が実際に世の中で活躍している様子についてお話しできればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは最初のテーマの搬送サービスロボットポタロを活用した院内物流サービスの改善プロジェクトについて私たち2人からご紹介させていただきます。今回のお話の舞台となるのはこちらのトヨタ記念病院という弊社が運営しています企業立の病院です。弊社の本社工場がある愛知県豊田市にございまして、病床数が約500床、スタッフが約1000床以上働く非常に大規模な病院です。病院の経営方針として温かく患者さんに寄り添った医療を合言葉に、患者様とスタッフが接する時間をしっかりと確保できるような医療の体制を目指しています。こちらのトヨタ記念病院ですが、おととしの2013年5月に新病院の建築全面移転を実施いたしました。この全面建て替え計画を機に院内の物流をサービスロボットに置き換えられないかと始まったのが今回のプロジェクトです。未来創生センターが培ってきた先端技術を活用して医療の現場を楽にするというミッションのもと、2019年からプロジェクトを始めてまいりました。最初はこちらの写真のようなプロトタイプを開発して、以前の旧病院で実証実験を繰り返してきました。当時の様子は21年に実施しましたテックプレイでもご紹介しておりますので、ぜひアイカービの動画をご覧ください。実証実験を経てこのようなワゴン分離タイプのロボットポタロを開発生産し、23年5月の新病院の開院と同時にポタロでの搬送サービスを開始しております。
現在では24台のポタロが24時間365日体制で稼働しています。累積走行距離が1万8000キロ、地球を半周近い距離、スタッフの代わりに走行しています。百聞は一見にしかずということで動画をご用意しました。トヨタ記念病院で実際に働いているポタロの毎日の様子をご覧ください。こちらがポタロの充電ステーションの様子です。まだスタッフが少ない早朝の6時半からポタロは働き始めます。今ご覧いただいているのはポタロが血液や尿などの患者様の検体を病棟へ回収しに行く様子です。ポタロの背中に乗っているのは検体を入れるための空のボックスです。これからポタロは入院病棟へ採取された検体を回収しに向かいます。ポタロは無線通信を利用してエレベーターと連携することができます。自分でエレベーターを呼んで目的の階をエレベーターに通知して自分が行きたい入院病棟へと向かっていきます。こちらは患者様も通られる病棟の廊下の様子です。ポタロはスタッフがいるバックヤードだけじゃなく患者さんたち一般の人とも共存しながら仕事をしています。各病棟のスタッフステーションの前にはこのようにロボット専用の置き配スペースが準備されています。これからポタロが検体ボックスが準備されているステージの横を通り過ぎます。すると背中のボックスが自動的に入れ替わります。はい、これでポタロは検体を回収することができました。この後ポタロは検査課にボックスを届けに行きます。こちらのドアの向こう側はバックヤードになっています。認証がないとドアを開けることはできません。ですがポタロは認証サーバーと無線通信をすることができるので自動ドアも開け閉めして出入りすることができます。続いては薬剤を搬送するサービスの様子をご覧いただきます。こちらの部屋は薬を準備する薬剤科の中です。ポタロは病棟から回収してきた空のワゴンを返却置き場に返却して次に薬剤師さんたちが準備した薬の入ったワゴンを背負って病棟へと運んでいきます。行き先の病棟はご覧のワゴンに行き先を指示するための札を取り付けてポタロへ通知することができます。こちらは医療機器の搬送の様子です。医療機器の搬送は予約制になってまして看護師さんが電子カルテの端末から何時にどこの病棟にどの医療機器を持ってきてほしいか予約をしていただくとその時間にポタロが医療機器を各病棟まで持ってきてくれます。病院の中比較的整理整頓された環境ではあるんですがご覧のように非常に多くの搬入物が廊下に並べられるシーンもあります。ですがポタロはしっかりと周囲の様子をレーザーセンサーで確認しながら自分の位置を失うことなく迷子にならずに目的地まで走っていくことができます。トヨタ記念病院にはご覧のように少し緩やかな傾斜がある廊下もございます。ですがバリアフリーの廊下であれば難なく通行することができます。先ほどポタロが病棟から回収してきた検体ボックスはこちらの検査課前に設置されたステーションにストックされます。最大14個まで一度に貯めておくことができます。こちらのポタロですが現在はトヨタ記念病院のスタッフだけで運用していただいております。ご覧のようにモニタリング用のアプリケーションも準備してもしどこかでポタロが停止してしまえばアプリで通知が届いて対応していただけるようになっています。薬剤の搬送はトヨタ生産方式 TPS の考え方に基づいて搬送スケジュールが計画されています。1日に6回ジャストインタイムで定期便が搬送されてきます。またスタッフが少ない夜勤の時間帯もオンデマンド便にポタロを活用していただいています。
こちら先ほどの薬剤科の様子ですが、定期便の時間帯には薬剤が続々と払い出されて、ポタロが次から次に薬剤科に薬を取りにやってきます。ご覧いただいているように、病院スタッフの皆さんとポタロが一緒になって働く病院が実現されています。はい、ここまでは大変長いイントロダクションでしたが、ここから本日の講演の主題になります。今回の大規模なロボット導入が実現するまでの経緯について、プロジェクトのきっかけと、導入までのプロセス、幸せの量産に向けた取り組みをお話しさせていただきます。まずはプロジェクトのきっかけです。2019年から搬送ロボットのプロジェクト始まったのですが、きっかけは新病院の建て替え計画だけではありませんでした。当時の豊田記念病院では看護職場に対して非常に強い危機感を抱いていました。と言いますのも、2015年頃から看護師の離職率が急激に上昇するという事態に直面しておりました。看護室の中でヒアリング調査をしたところ、日々の業務に翻弄されて看護師らしい仕事ができていませんですとか、患者様に向き合う時間を確保できないんですといった悩みを看護師の多くが抱えていることが分かりました。そこで看護師の皆さんが患者様と向き合う時間を持てるように2つの施策が打ち出されました。1つ目が薬剤科におけるセントラルミキシングの採用検討、2つ目が改善推進グループの発足です。1つ目のセントラルミキシングの採用検討というのは、点滴薬を準備するオペレーションの変更です。上が従来のオペレーションで、下がセントラルミキシングを採用した新しいオペレーションです。従来のオペレーションでは、まず薬剤科で1日分の点滴薬注射薬を払い出します。この1日分の薬剤が大きなカートに詰め込まれて各病棟へと届けられます。病棟ではそれぞれの薬の投薬時間の前にミキシングという作業が行われます。このミキシングというのが、このような点滴の輸液のパックに、注射器で薬剤を混合する作業です。その後確認検査をして患者さんに投薬されるというのが一連の流れです。このミキシングという作業ですが、薬の取り間違いのリスクですとか注射針の扱いなど非常に神経を使う作業です。ですが作業の途中でナースコールが鳴ってしまうと一旦中断して患者様の対応をして戻ったらまた確認の作業からやり直したり、作業場も決して広くなかったりと、看護師さんたちにとって精神的にも肉体的にも非常に負担になっていました。そこでこのミキシングの作業をすべて薬剤師へタスクシフトして薬剤科で実施しようというのが今回のセントラルミキシングです。薬剤師は届いた薬剤を確認して投薬するだけでよくなるので、患者さんと接する時間を捻出することができます。ここで注意が必要なのがミキシングから投薬までのインターバルです。薬の鮮度を保つためにミキシングを実施した後は速やかに投薬する必要があるので、従来のように1日分をまとめて搬送というわけにはいきません。2、3時間おきに小分けにして1日に何回も病棟へ搬送する必要が出てきます。この高い搬送にポタロを活用しようということになりました。続いて2つ目の施策は、こちら非常にトヨタならではの施策ではないかと思います。トヨタ生産方式に精通した工場出身のメンバーを集めたチームが結成されて、院内の業務改善を推進していくことになりました。整理整頓、清掃清潔といった生産現場の基本である 4S の徹底から始まって、無駄の排除、人材育成といったトヨタ生産方式の思想に基づいて病院業務の改善に取り組んできました。同時に看護師さんの仕事の徹底的な業務量調査も実施されました。2週間24時間体制で密着して、看護師さんが患者様のそばから離れてしまう原因を分析したところ、医療機器などのものを取りに行く仕事に非常に多くの時間を費やしていることが分かりました。患者様に寄り添える看護職場を実現するために、セントラルミキシングのための少量高い搬送と院内物流オペレーションの改善のための道具として、私たち未来創生センターとトヨタ記念病院とタッグを組んで搬送サービスロボットの開発導入を目指すことになりました。続いて搬送ロボットを開発導入していくプロセスについて、ロボットソフトウェアエンジニアの渡辺さんからご紹介いただきます。はい、
ポタラのソフトウェア開発を担当している渡辺です。どうぞよろしくお願いします。ここからはポタラ導入までの一連のプロセスと導入技術をご紹介させていただきます。最初にどのようにサービスにするか、サービスの設計を行います。続いてロボット技術がちゃんと使い物になるかどうか、実証実験を行いました。使えそうだと分かったら、サービス開発と技術の実装に着手し、導入後のサービス運用へと続いていきます。はじめにサービス設計のプロセスです。まずは院内物流の現状把握と新病院での物流計画を立案する作業から始まりました。現状についての調査結果は、物と情報の流れ図というトヨタ生産方式で利用される可視化ノウハウを用いて整理しています。この物流にはどういう制約条件があるのかですとか、どこに改善ポイントがあるのかといった分析結果が一つにまとめられて、この物と情報の流れ図を見ながら改善チームと病院スタッフで議論を重ねていきました。最終的に搬送の緊急性が高いものはスタッフが運び、緊急性がワンランク下がって病院スタッフの負担も大きい搬送物をロボット搬送対象として選定いたしました。何を運ぶかが決まったので、次に何台のロボットでいつどこを通って運搬するのかを具体的に検討していきます。ここでは専用のマルチエージェントシミュレーターを開発して、エレベーターとロボットの連携を再現しながら、必要なロボット台数やルートを決めていきました。少し分かりづらいですが、こちらの動画では9台のロボットが充電ステーションから薬剤科まで荷物を受け取りに行き、エレベーターに乗って縦方向にも移動しながら各病棟まで配達するのに必要なラップタイムを計測しています。病院では院外から運ばれてくる納品物も大量にありますので、そういった人が運ぶ物流ルートを考えながら、どのエレベーターをロボットが利用するかなどを決定しています。どこを通るかが決まっても、通行ルールがないと24台ものロボットが渋滞せずに運行することはできません。一方通行の道や交互通行の道など、車の一般道と似たようなルールをそれぞれの廊下に設定していきます。交差点には仮想的な信号を設けることで24台のロボットを制御しています。ここでも信号待ちのチェックポイントをどこにするかなど、病院スタッフとの綿密なすり合わせを行いました。図面上で設計した通行ルールが妥当かどうかは、先ほどのシミュレーターに戻って検証を繰り返します。ロボットが走れるようになるだけではまだ不十分でして、次に2役場のレイアウト設計というお仕事が待っています。先ほどの動画に登場した薬剤科のように、ロボットが次から次にやってきて荷物をどんどん払い出さないといけないような場所では、働く人の動線とロボットの動線を考慮しながら室内のレイアウトを検討しました。こちらの写真のようなミニチュアを使ってレイアウト検討を実施しています。医療が多い薬剤科では、天井に設置したセンサーでワゴンを自動検知できるシステムを準備して、作業者の負担軽減も行っています。ここまで来るとロボットは働けるのですが、人間のスタッフとロボットが一緒に働くためには、インターフェースになるアプリケーションが必要になります。ロボットの異常を知らせるアプリですとか、ロボットに配達を予約するアプリなど、サービスに関わるさまざまなアプリケーションの要件定義も進めていきます。実現したいサービスが固まってくるのと並行して、ロボット技術がちゃんと使い物になるかどうか、実証実験を行っていきました。トヨタ自動車では東京オリンピックなどにも導入した生活支援ロボット HSR を開発しています。このロボットの技術をベースにしたプロトタイプ機を開発して、以前の旧病院の中で自立移動ができるかどうかを確認していきました。障害物の回避動作であったり、
エレベーターとロボットの連携であったり、多台数の協調動作など、今でこそ24台ものロボットが走り回っていますが、当初はいろんなシーンで課題が発生してしまい、改良しながらレベルアップをしてまいりました。この実証実験では、病院スタッフの皆さんにロボットを使ってもらうことで、ロボットが入ることで仕事がどんな風に変わるのかを体感してもらうことも重視してきました。ここでも貴重な意見をたくさんいただいて、中でも置き配ができるようにしてほしいという要望は大変強く、現在のポトラへと反映されております。また、食事を下げる下膳のサービスについては、当初新病院での実現を目指していたのですが、実証実験を経てロボット導入を断念するという決断もしました。患者様の病床などによって食べ終わりの時間がバラバラだという大きな理由でして、臨機応変な対応が求められるサービスではロボットの活用が難しいという判断をいたしました。こういった経験を踏まえまして、2021年から本格的なロボット開発がスタートします。この時点ではポタロはまだ影も形もありませんので、病院の皆さんは新病院にはどんなロボットが導入されるんだろうと不安を感じられていました。そこでリーン開発と表現しておりますが、 PDCA のサイクルを小さく回しながら節目節目で病院の皆さんにデモに参加してもらい、皆さんの意見をフィードバックしながら開発を進めていきました。最初は発泡スチロールで作った動かないモックを持ち込んだり、動作する試作機が出来上がると体育館に新病院のレイアウトを再現して、実際にロボットと働く姿をイメージしてもらいました。お互いの認識ギャップを埋めながら進めてきたことで、スムーズに23年の会員を迎えることができたのではないかと思います。病院スタッフの皆さんからは、お薬や検体はちゃんと時間までに届くのかという不安の声もありました。時間までに確実に荷物を搬送できるように、狭いエレベーターにポタロ2台が同時に乗車できる技術を開発しました。さらにロボットの経路が複雑に交差するような廊下では、ロボットの渋滞を発生させないための中央管制システムも同時に実装しています。また病院の中ではロボット以外にも患者様の移動や給食の配膳など多くの移動があります。そういった病院の通常のオペレーションをポタロが邪魔をしてしまわないように、監視カメラを活用してポタロの信号技術を実現しました。ご覧のように監視カメラが設置された廊下の様子を物体認識技術を活用して判別し、信号が青に変わるまで広いスペースでポタロを待機させることができます。これらの開発技術も実装し、新病院の会員と同時に全17病棟への薬剤搬送サービスを一斉にスタートしました。これまでの実証実験とはロボットの台数も搬送頻度も桁違いに多いロボットサービスを開始したので、正直私も開始当初は本当にうまくいくのかと不安がいっぱいでした。こちらの写真は会員当初の様子でして、当初から危惧していたことではあるのですが、ロボットのチェックポイントに写真のようにいろんなものが置かれてしまって、ロボットがあっちこっちで止まってしまうというケースが多発しました。ところが2から3週間くらいで職員の皆さんがロボットの動きを理解してくださるようになりました。この順応の速さは私もかなり驚かされたところでして、ロボットの台数や搬送頻度といった規模感が非常に大きかったことで、スタッフの皆さんが慣れていくのも早かったのではないかと推察しています。立ち上げ直後は多くの不具合も発生し、プロジェクトメンバーが病院に常駐して不具合の解析に努めてきました。主要な不具合の対策を行い、立ち上げ後1ヶ月ほどで病院の保全チームに運用を移管しました。ここに示す DevOps のサイクルがスムーズに回るよう、ヒューマンエラーを低減するためのツールを導入し、
運用の改善を重ねています。病院内に開発拠点があり、運用現場に近いという利点を生かしつつ、開発者、運用者の両者にとって負担が少なくなるよう心がけながら、ソフトウェアのレベルアップを進めています。こちらは搬送の成功率のグラフとなります。開院当初は 90% を下回っていて、10回搬送すると一度は止まってしまうような状態でしたが、1ヶ月ほどで不具合も大きく減って、3ヶ月おきに医療機器、検体とサービスを増やしながら拡大していき、現在は 99% 前後の搬送成功率となっています。ロボット24台で毎日100回から200回ほど搬送をこなしているのですが、1、2回停止することがあるのが現状の完成度です。24年3月から運用を病院スタッフへ完全移管し、ロボットが停止してしまった際は、先ほどの監視用のウェブアプリで改善チームに連絡が入って対応が行われています。最後に、トヨタ記念病院が目指す患者さんに寄り添える看護を日本中へ広げていくための活動について、豊島さんからご紹介いただきます。はい、ありがとうございます。トヨタ自動車が大切にしているトヨタ生産方式の考え方の中に、無駄を徹底的に排除して価値を生まない非賞味作業を減らし、利益を大きくするという考え方があります。看護の現場でも非賞味作業を減らすことは同じですが、製造業と異なる点があります。それは人を削減しないという点です。病棟看護師の配置人数というのは診療報酬上の基準の下で決まった構成人数で運営されています。ですが、ポタロのような支援設備を上手に活用することで、患者様への看護サービスの質向上につなげることができると考えています。看護師の皆さんが実施している賞味作業の中には2つのカテゴリーが存在します。1つが医療行為の補助にあたる診療の補助、2つ目が患者さんの生活の支援や心のケアを行う療養上の世話と呼ばれる業務です。ポタロ導入によって賞味作業の時間を増やすことで、療養上の世話に充てる時間がしっかりと確保できるようになれば、患者様に寄り添った看護が実現できると私たちは信じています。実際にトヨタ記念病院では、不安な患者様のそばにしばらく付き添いながらいろんな話をすることができましたといった喜びの声を看護師さんからいただいています。私たちが開発したサービスロボットは、導入することで人件費が大幅に削減できるようなロボットではありません。複雑な医療サービスの現場でサービスロボットが代替できる作業っていうのはまだまだごく一部に過ぎません。ですが、今回の設備導入によって、現場のスタッフの方々からは喜びの声が上がっていて、従業員の満足度を向上させていくことができると考えています。次は医療スタッフの皆さんが医療サービスの本質である医療や看護の質向上につなげていくことで、患者様の満足度向上へと連鎖していくことが重要だと考えています。私たち未来創生センターは、このサービス価値の連鎖、サービスプロフィットチェーンに基づくエコシステムを構築するためのお手伝いを通じて、少子高齢化が進む日本の医療業界に幸せを量産していきたいと考えています。今はまだトヨタ記念病院一つだけの事例ですが、この幸せを世界中に届けるための最初の一歩として、先日知多半島総合医療センター様と共同で技術の実証実験を実施いたしました。ビジネスとして展開していくためには、技術的にもまだまだ多くの課題が残されていると考えています。ですが、これを最初の一歩として、医療スタッフの皆さんが生き生きと働ける職場づくりに貢献できるよう、これからもチャレンジを続けていきます。本日は非常に多くの研究機関、教育機関、企業の方お集まりいただいていると伺っています。もし何か今日の話を聞いてピンとくるようなことがありましたら、一緒にやりましょうとお声掛けいただけますと大変嬉しく思います。以上で病院の現場をもっと楽にするためのサービスロボット技術に関する研究開発の取り組みをご紹介でした。ご清聴ありがとうございます。それでは一旦坂本さんにお返しします。豊島さん、渡辺さん、ありがとうございました。医療の現場でロボットが当たり前に活躍する姿に、未来の実装の一歩を感じました。続いては、建設や工事現場における作業工程の見える化と最適化をテーマにした現場の取り組みをご紹介します。
数理最適化やデジタルツインといった先端技術がどう実際の現場改善に生かされているのか、そのリアルに迫っていきたいなというところです。それでは田島さん、小川さん、井ノ原さん、セッションのご準備お願いいたします。はい、本日、現場の紹介をさせていただきます田島沙子と申します。私は2023年に新卒でトヨタ自動車に入社しました。現在は、作業員の姿勢生成の研究開発を行っておりまして、学生時代は自律エージェントの行動選択に関する研究を行っておりました。趣味のランニングですが、昨年はフルマラソンに3回出場しまして、3回とも完走いたしました。また、学生時代の友達や会社の同期と一緒に月に1回は旅行に行っています。こちらの画像も、京都に桜を見に行った時の写真になります。はい、小川優太と申します。2017年に新卒でトヨタ自動車に入社しました。後ほど田島さんが紹介してくれますが、現場の災害リスクを事前に分析できる機能の研究開発を行っています。もともと機械系出身でして、4年ほど前からソフトに携わり始めたので、日々学びながら開発を進めています。趣味ですが、ガジェットというのはデジタル機器のことなんですけども、特に私は Apple の製品が好きです。あとは海外ドラマと書いてるんですが、プリズンブレイクという脱獄をテーマにしたドラマが狂ったように好きです。はい。で、登壇者の紹介はこれくらいにしときまして、ここからはまず井ノ原さんから工程シミュレーター現場についてご紹介いただきます。よろしくお願いいたします。はい。それでは現場によるデジタルツインを通じた工事現場の作業工程の最適化に関する取り組みについて、まずは井ノ原からご紹介いたします。トヨタ自動車未来創生センターでは、モビリティを支えるインフラを対象とした研究も行っています。例えば、高速道路の壁面ソーラーパネルの交換であったり、道路縁石の設置に関する工程の改善に取り組んできました。これらを通じて明らかになったのが、建設工事現場において工程の進め方に関する関係者間の認識のすり合わせが2次元の現場図面等を通じて行われているということです。そのため、対象工程に関する知識や現場提携に乏しければ、工程管理者や現場作業員が工程を正しくイメージすることができません。そこでトヨタ自動車未来創生センターは、工程を 3D で見える化して改善する技術として工程シミュレーター現場を開発してきました。なお、現場という名称はトヨタ自動車の基本姿勢である現地現物とバーチャルの組み合わせから名付けられました。こちらのスライドに示しておりますように、建設工事現場や自動車製造ラインを含む生産現場では、労働力人口が今後大きく減少していくことが見込まれています。そのため、工程シミュレーター現場は、さまざまな産業を生産性を向上させると同時に、人中心で魅力のある現場に改善していくことを目指しています。現場による改善では、重労働が多く、高齢化が進行している現場に働く人々が、今よりもっと楽に働けることを目指しています。そしてこれらの改善は、バーチャルを活用して誰もが実施できる。すなわち、もっといい工程、もっといい現場に、現場の人が自ら改善できるようになっていくことを目指しています。そして、トヨタ自動車未来創生センターは、モビリティを支えるインフラである高速道路のリニューアル工事を対象に、現場の価値検証を株式会社大林組様とともに実施してきました。ここからは現場の研究開発要素の概要について田島さんよりご紹介いただきます。はい、現場の概要について紹介させていただきます。現場ではまず大まかな工程計画を最適化手法を使って立てます。得られた計画を 3D シミュレーターに与えると、シミュレーター上で工事現場や実際に作業を行っている様子を再現できます。シミュレーションが完了すると、いつ作業しているか、いつ待機をしているかの作業時間ログを自動的に出力することができます。また、効率の観点だけではなく、作業を行った時の疲労や作業中にさらされたリスクについてもログを出力することができます。その結果を分析し、作業計画をさらに改善します。実際の工事現場ですと、作業員さんの人数、作業の割り当て、現場のレイアウトなどを一度決めてしまうと簡単に変更することができないので、改善のサイクルを回すことが難しくなっております。そこで現場を使いますと、
バーチャル上で改善のサイクルを何回も回すことができるため、改善を加速することができます。現場では工程最適化、疲労負担分析、リスク分析の3つのコア技術をベースに研究開発を進めております。まず1つ目の工程最適化について詳しく説明します。工程最適化では効率性に着目して短い時間かつ少ない作業員さんの人数で工事を完了させるような作業の割り当てを求めることを目的としております。そこで工期と作業者数、無駄時間を最小に、作業時間の割合を最大にするような目的関数を設定します。また実際の工事では工程の順番、作業員さんの人数、作業員さんが持っているスキルに制約があるので、これらを制約条件としています。これらの情報からどの作業員さんにどの工程を行わせるかの割り当てを最適化問題を使って解きます。これまで工事を管理する人が簡骨で決めていた作業の割り当てを定量的に求めることができます。実際の工事の工程に適用した例がこちらになります。最適化問題を解く際に必要な各工程にかかる時間、人数の初期値は実際の工事のデータを使っています。目的関数の重み付けを変えて最適化問題を解くと、工期が最小になる回や人数が最小になる回を求めることができます。工程時間と作業者数はトレードオフの関係にあるため、その時の条件に合わせて最適な方の工程を採用しています。次に2つ目の疲労負担分析技術について説明します。効率性を求めすぎると、作業員さんに無理をさせて作業をさせる計画になってしまう可能性があり、それでは人に優しい工程にはなりません。そこで作業をこなせた時にどの程度作業員さんが疲れるかを見える化するために筋疲労負担分析を行っています。ここでは筋疲労負担を算出するフローを説明します。現場では筋疲労を求めるために作業姿勢を使用しています。まずバーチャル作業員の姿勢をゲームエンジンの機能を生かして作り、その時の全身の関節角度を出力します。この関節角度と外力の情報から使用している筋力の割合である %MVC という値を体の各部位ごとに算出します。算出した %MVC の情報と作業にかかる時間を使い、筋疲労の計算を行います。姿勢生成と筋疲労計算の詳細については次のスライドで説明します。まず姿勢生成について説明します。筋疲労を算出するための作業姿勢をこれまではモーションキャプチャーを使って取得していましたが、施工位置によって姿勢が変化してしまうため、正しく筋疲労を算出することができませんでした。かといって作業員さんが取り得るすべての姿勢を取得することは非現実的です。施工位置が変わると人の姿勢が変わることを逆手にとって、施工位置から人の姿勢が作れるのではないかという仮説を立てて作業姿勢の生成に取り組んでいます。まず施工位置から手と足の位置を決めています。人の姿勢を取得する実験を行ったところ、手と腰の位置、手と頭の位置に相関があることが分かり、これをアルゴリズム化しました。両手、両足、頭、腰の位置から逆運動学を使って残りの関節の位置を求め、全身姿勢の生成を行っています。このアルゴリズムを使って施工位置に応じた姿勢を生成することができます。実際の作業姿勢と生成された作業姿勢の比較はこちらです。今回5つの代表的な作業姿勢を選んで、実際の作業姿勢のように生成できることを確認できました。今後もより人らしい姿勢を生成できるよう、これからもアルゴリズムを改良していく予定です。次に筋疲労の計算について説明します。筋疲労を求めるために共同研究先であるトヨタ中央研究所さんが研究開発している
4CCR モデルという数理モデルを使用しています。このモデルでは筋肉には待機、活性、疲労、蓄積疲労の4つの状態があるとしており、時間経過につれて各状態に遷移するモデルとなっています。遷移式のパラメータはトヨタ中央研究所さんが行った実験データから求めています。ここで得られた遷移式を用いて活性状態と待機状態にある筋肉の割合を示す残存筋力が時系列でどのように変化するかを計算しています。最後にリスク分析技術について詳しく説明します。人に優しい工程は疲労だけではなく安全も考慮した工程であるという考えのもと、リスクの分析に取り組んでいます。工事現場では発生する可能性のある危険な洗い出しはこれまで人手で行ってきました。しかし現場の工程やレイアウトが変わると発生しうるリスクも変わってしまうため、すべて洗い出すことが難しい状況にありました。リスクの分析ではそのようなリスクアセスメントを手助けするための技術開発を進めています。現在は単純な仕組みを採用しておりまして、落ちる危険のある穴などにリスクエリアを事前にセットしています。リスクエリアに作業員キャラが入った時には図上にリスクを表す表示が出てきます。ここではある作業員キャラに着目してリスク分析を行った例を紹介します。こちらのリスクログの横軸は時間、縦軸は災害のひどさを表し、いつどのくらいのひどさのリスクが発生したか確認できます。並行してシミュレーションを見ると、どういった状況でリスクにさらされたかを一目で確認することができます。このように現場ではリスクに関するログを自動的に集計・グラフ化できる仕組みを持っていて、先ほどの動画で紹介したシミュレーションの時系列順に現場で起きた災害リスクを表示する機能、またリスクエリアごとにリスクにさらされた時間や回数を表示する機能、さらにリスクの事象ごとにリスクのレベル順を可視化する機能があり、工事現場でどのような危険にさらされやすいかを見える化することができます。またリスク分析機能を用いることで視覚的にも定量的にもリスクアセスメントを行うことができ、安全に働ける現場づくりに貢献することができると考えております。リスクのレベルは現在 JIS の規格を用いて災害のひどさ、暴露頻度、回避可能性、発生確率の組み合わせで計算しています。各パラメータを全部ユーザーが設定するのは大変なので、一部自動化しています。例えば災害のひどさは車両の速度や車両が持つエネルギー、また暴露頻度はリスクエリアに暴露した累積時間から計算しています。壁のような遮蔽物が作業員キャラの前にある場合には、リスクエリアに入っていても累積時間から除く仕組みにしています。また回避可能性や発生確率については現在固定値を使用していますが、今後拡充していきたいと考えております。また先ほど説明したようにリスクのあるエリアは手動で設定する必要がある仕組みとなっていますが、リスク自体の自動検知機能にも取り組んでいます。例えば移動中の転倒リスクは段差を検知するなどしてカウントしています。現場のコア技術についての紹介は以上になります。工程シミュレーション現場を現場に適用した活動の紹介を小川さんお願いします。はい、田島さんありがとうございました。ここからは小川から工程シミュレーション現場を現場に適用した活動について紹介します。ここまで紹介した研究内容を別の誰かに鍛えてもらうということが非常に大事だと思っています。冒頭で井ノ原さんからもありましたが、我々は大林組様とタッグを組み、より良い研究を進めるサイクルを回しています。車で例えると、トヨタが整備士、大林組様がレーシングドライバーといった役割分担です。それぞれの役割としましては、先ほど田島さんが紹介したように未来創生センターが各要素の機能研究を行っています。一方で大林組様は現場を使ってシミュレーション構築、現場トライアルをすることで
現場関係者を巻き込んだ価値検証にトライしています。次のスライドで今回現場の対象となった工事について紹介します。こちらに大林組様が実施する工事現場の概要を示しています。東名高速道路を利用された方ならご存知かもしれませんが、東名玉川橋は東京と川崎の間をつなぐ全長約500メートル、1日10万台も通る巨大な橋があります。この工事を簡単にお伝えしますと、橋の床部分を取り替える工事になります。なぜ取り替える必要があるかというと、開通から50年以上も経過していることから非常に老朽化しているため、古い床を新しい床に取り替える必要があります。ここでは橋の床部分のことを床板という言い方をしています。とても大変そうというのはなんとなく想像できると思いますが、この工事は首都圏では初となる床板取り替え工事ということで非常に注目度も高いこともあり、遅延や不具合が発生すると非常に大きな影響となってしまいます。そこで大林組様はできるだけ通行量を減らさないために、右上の図で示した移動式床板仮設機であるハイウェイストライダーというものを活用し工事を行いました。次のスライドからこの現場でどのように工程シミュレーション現場を活用したかを説明していきます。ここでは現場を活用するときの全体像を説明します。現状ではこちらに示すサイクルタイム表で工事計画管理をしています。これにプラスして現場を用いて検討することで詳細度を上げることが可能です。まずは全体が成立するかの見通しを立てるために、物を搬入するための車両の動きをどうしたらよいかなどといったことを現場を通して確認することができます。その後にボトルネック工程を定め、改善対象工程のシミュレーションによって詳細施工計画を立てます。例えば、作業効率の良い人数を考えたり、作業員さんがより安全で疲労が少なくなる改善案を検討します。次のスライドからは現場を使った事例について紹介します。まずは全体施工計画での班体制について検証するために車両配置のシミュレーションを行いました。工事を行う班の数を検討するために4班体制と3班体制のどちらが効率が良いかの比較を行いました。4班の方が一度に交換できる床板の数は多くなるというメリットがあるかもしれません。しかし3班の方が作業エリアを広く確保することができます。シミュレーションによって検証を行っていくと、4班体制だと車両が待機する場所が少なく、車線規制の中にタイミングよく入ってこれないことが分かってきました。こうした検討により3班体制にすることで作業効率が向上し、残業時間を低減できる見通しを立てることができました。次に詳細施工計画に対して効率改善を行った事例を紹介します。左側には作業員さんが工事を行っているシミュレーションを示しています。事前に各作業員に作業を割り当てることで、人、物の動きを確認することができます。このシミュレーションによって得られた時系列の分析データを右側に示しています。各作業員において、緑が実際に作業をしている時間、黄色が移動している時間、赤が待機している時間を示しています。特に着目してもらいたいのが、待機状態を示した赤くなっている部分です。この待機している時間を有効活用して作業を割り当てたところ、待機時間を作業時間とすることができました。このように作業シミュレーションを活用することで、チームの作業配分見直しと全体としての作業時間低減を見積もることができました。ただ一方で、今紹介したシミュレーションで効率を図れたとしても、現場からはそれを実工時に反映することが難しいという声がありました。大林組様からは、作業員さんたちがどうすればよいか理解できるレベルにする必要があったり、協力会社様からは、すでにベテランの方々が多いので、これまでのやり方を変えるのは難しいという声がありました。
そこでこのスライドでは現場の声をもとに実施した改善事例を紹介します。我々は作業改善を促すルールと改善を進めるための仕掛けが必要だと思いました。狙いとしては、お互いの役割が何であるか把握し、作業開始と完了を意識してもらうことです。具体的には、右下の図のように、メイン作業をする人と補助作業をする人を分け、工程の区切りをしっかりと設けました。そしてこの区切りを分かりやすくするため、色がついたビブスを着用してもらいました。実際に工事を実施した結果を次のスライドで説明します。改善前は各作業員さんの昼休憩のタイミングがバラバラとなっていました。そこで現場との話し合いで、先ほど紹介したビブスを活用することによって昼休憩をまとめて取り、作業員さんを2名減らすという計画が立てられました。青枠で示しているのが改善後です。シミュレーションと実際の映像を見ても、作業員さんの動きはおおむね同様の動きとなっています。現場の作業員もまとめる職長さんからは、色分けによって管理がしやすい、初めての作業では効果が大きいというコメントをもらいました。作業員さんからは、色分けによって分担が分かりやすい一方で、実際はイレギュラーな作業が多いので、全部の作業を色分けで決めきるのは難しいという意見ももらいました。次に、リスクの分析機能を使った応用事例を紹介します。先ほど田島さんが紹介したリスク見える化機能を使って改善検討したところ、現場からは作業員さんの危険感度を上げて自分ごと化したいという声がありました。そこで右側に示すように、先ほど紹介したリスク見える化機能を応用して、現場の朝礼で行われる危険予知活動というもので使用しました。シミュレーション動画を編集したものを作業員さんに見てもらい、どういったところに危険が潜んでいるかを事前に把握することで、当日の工事に臨んでもらいました。現場の職長さんからは、現場をイメージしやすく、俯瞰してリスクを把握できるという前向きなコメントをもらいました。次に、疲労負担分析に関する改善事例です。これまでは20キロもある重量物をバケツを使って手で運んでいました。そこで先ほど佐島さんが説明した筋疲労シミュレーションを使って、バケツを手で運ぶ際と台車を使って運ぶ際の疲労を比較しました。疲労分析をしたところ、肩と膝の疲労が大きく改善されていることが分かりました。この結果を現場に示したところ、実際に使ってみようということになりました。その結果が右側です。作業員さんからは、台車を使うことで腰が楽になるし、段差なども問題なく乗り越えられて非常に嬉しいというコメントをもらいました。また、疲労度の主観評価結果から各部位の負担も大きく改善できていることが分かりました。本事例は、台車にしたら楽になったという当たり前の話かもしれないですが、このように客観的な事実で示すことによって改善活動が進んだと考えています。最後に、工事全体に目を向けた改善事例を紹介します。これまではある特定の作業に特化して改善活動を行っていましたが、ここでは床版取り替え工事の全体を対象にして改善活動を行いました。最初に初期シミュレーションを作ってから現場の管理監督者さんを交えた工程検討会でレビューをしてもらい、どこに手をつか見極めながら施工に向けた改善活動が行われました。その後、再度シミュレーションをし、今度は現場の作業員さんも交えた作業手順会で見てもらいながら、実際の工事に反映するということで、改善活動のサイクルを2回回しました。こうした活動によって、現場の方々に鍛えてもらうことで、現場を進化させることができております。これまでご説明した東名玉川橋の床版取り替え工事ですが、無事昨年2024年に併合し、記念式典が行われました。
その時に記念写真を撮影したり、床版に寄せ書きをするイベントがあったので、その時の様子を示しています。このように現場で走りやすい道路があるのは、こういった現場に携わる方々のおかげであるということを改めて実感しました。ここで改めてお礼を申し上げたいと思います。最後に今後の展望です。工程シミュレーション現場は大きく3つのコア技術を研究開発しています。工程最適化では最適化した工程をシミュレーションで回していますが、実際のデータを反映させる仕組みに拡張しようとしています。そのためには現場の人のデータ、工程のデータが必要であり、そのための技術開発を進めています。疲労負担分析では人間らしい姿勢生成を目指しています。学習による姿勢生成や関節トルクによる姿勢補正といった検討も進めています。さらに現場からは暑い時はものすごく大変ということで、暑い環境を考慮した疲労モデルも検討しています。リスク分析については人のモデルに対して視覚や聴覚といった要素を拡張していきたいと考えています。こうした人の特性を入れたリスクの発生確率などを予測することで、労働災害をもっと未然に防止する活動につなげていきたいと考えています。以上となります。ご清聴ありがとうございました。井ノ原さん、田島さん、小川さん、ありがとうございました。現場の安全や効率に直結するシミュレーションの活用のリアル、とても興味深かったです。さて、この後はですね、視聴者の皆さんから寄せられたご質問にご登壇者の皆さんからお答えしていただく質疑応答のお時間移ってまいります。Zoom の Q&A 欄に、現在ご投稿されている質問を中心にご紹介ができればなというふうに思っております。ぜひ気になる点や深掘りしたいテーマなどどんどん書き込んでいただければなと思います。はい。で、質疑応答に移る前にですね、私の方から1点ご案内ができればなと思っています。今回ご登壇いただいている未来創生センターの皆さん、はい、テックプレイではですね、5度目のご登壇になります。これまでも数理データサイエンスやロジスティクス、そして防災減災の研究であったり、ヒューマノイドロボットの技術解説、また VPP やドローンの分散技術の研究開発に言及したイベントを様々な形でご登壇していただいております。過去4回のアーカイブすべて公開中ですので、今日の内容が気になったよという方はぜひアーカイブのチェックもお願いいたします。チャットにも、アーカイブの URL 投下ができればなというふうに思っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それではですね、ここから、早速質疑応答に移っていきたいなと思っておりますが、たくさんご質問いただいてますね。ありがとうございます。それではまず前半のポタロの、セッションに関するご質問を中心にご紹介していきたいなというふうに思っています。じゃあ早速ご質問読み上げさせていただければなと思いますが、ポタロ開発において一番苦労した点は何ですかというご質問いただいています。そうですね。ポタロのパートにご登壇された豊島さんにぜひご回答いただければなと思いますが、いかがでしょうか。ご質問ありがとうございます。そうですね、ちょっと一番っていうとなかなか、苦労したことがもういっぱい思い出されて、難しいところではあるんですけど、技術的な部分だと、エレベーターの、連携ですとか、多台数20台以上のロボットが、運用するというところをいかに構築するかというところで大変苦労してます。でまた病院の、スタッフの皆さん、非常に、開発の初期段階から、協力して、いただいてきてますけども、皆さんとの、コミュニケーション、っていったところでも、いろんな、苦労が、あるところを乗り越えて、やってきています。はい、豊島さんありがとうございます。もう一つですね、豊島さんにお答えいただきたいなというご質問、ご紹介させていただきますと、ロボットの稼働率はどのくらいでしょうか。また稼働率を下げる要因として最も大きな割合を占めたものは何だったでしょうかというご質問をいただいてます。こちらはいかがでしょうか。
稼働率は、まだまだ、それほど高くないのが実情でして、ちょっとロボットにもよって非常に、差が、大きいんですけど、10% から 20% といったところです。新しい病院、開院した後、導入したサービスは今安定して動いているので、今後は、もっとサービスを増やしてロボットの、可能性をどんどん、追求しながら、稼働率を上げていくという取り組みに、チャレンジしていきたいと思っています。豊島さん、ありがとうございます。はい、では続いてですね、またポタロの、ご質問なんですけれども、今度は渡辺さんにご回答していただこうかなと思っています。ポタロが病院内を自動で動き回るために動作しているシステムは HD マップのような3次元マップデータは使用していますか？それともカメラからのデータをリアルタイムで判断するビジョン方式でしょうかというご質問をいただいております。こちらいかがでしょうか？はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、ポタロはですね、2次元のライダーで、地図を作成して、それを元に動作をしております。で、障害物検知については、デプスカメラなどのデータを3次元情報として活用して、障害物回避などに使っております。渡辺さん、ありがとうございます。じゃあもう一つ渡辺さんにご回答していただこうかなと思う質問を読み上げさせていただきますね。物体認識のインプット画像は2次元でしょうか、3次元でしょうかというご質問ですね。こちらいかがでしょうか？物体認識は、先ほどご説明したんですけど、デプスカメラを使った3次元計測で、障害物の回避を行ってます。ありがとうございます。ごめんなさい、もう一問いいですか？あれですね、物体認識、環境カメラの、情報もありまして、患者様の動線ですとか、配膳台車を、画像認識を行って、障害物の認識回避にも与えております。渡辺さん、ありがとうございます。もう一問渡辺さんに振ってもよろしいですかね。ポタロの物理的なサイズはどのようにして、決定されたのでしょうか？もう少し大きい、もしくは高さを高くした方が輸送力も高くなる気がします。今後は物理的なサイズ変更も視野に入れていますでしょうかというご質問です。いかがでしょうか？ご質問ありがとうございます。現在のポタロのサイズは、この搬送サービスを実現する前に物量を測ってますので、その物量と院内の道幅、またすれ違いなどの寸法から総合して、決定しております。また、ワゴンや操作パネルなどの高さなどは、病院で働く方と一緒に、話し合いながら、決定しました。仮に、今以上に広い環境での使用例があれば、サイズアップも検討していますが、国内の病院の利用を前提にすると、今のサイズでも十分大きすぎるくらいかなと考えております。渡辺さん、ありがとうございます。じゃあちょっとまた豊島さんにご回答していただこうかなと思っているんですけれども、エレベーターなどの共用の設備で緊急性の高いお医者様の院内移動とタイミングが衝突した場合、ポタロの稼働が人の移動を阻害する場合が、想定されますが、人の移動との優先順位はどうなっていますかというご質問です。ご質問ありがとうございます。エレベーターに関する、話ですと、日中、人が多い時間ですとかは、ポタロの搬送量が非常に多いということもあって、搬送時間にちゃんと間に合わせるために、エレベーターはロボット専用の運転に、させていただいているので、人とロボットがエレベーターの利用で、バッティングするということはありません。普通の廊下でポタロと患者さんの搬送ですとか緊急搬送みたいなものとすれ違うっていうことは、もちろん考えられます。で、そういった時には、ちょっと今回ご紹介してないんですけど、ポタロにジョイスティックがついてまして、その、ジョイスティックを使って看護師さんたちがポタロを一時的に手動で動かすっていうことができるようになっています。で、一旦廊下の空いてるスペースにどけてもらって、すれ違った後に搬送再開してもらえばまた仕事に戻るっていうようなことができるようになってます。はい、ありがとうございました。ではですね、ちょっとまた後ほどポタロのパートに関するご質問を触れていければなと思うんですけれども、ちょっと現場のパートのご質問にも、ちょっと触れていきたいなというふうに思っています。じゃあ、なぜ建設現場が最初の対象となったのでしょうかというご質問ですね。じゃあこちらは井ノ原さん、お
回答お願いできますでしょうか。質問ありがとうございます。なぜ建設現場、最初に、対象としたかですけれども、我々少子高齢化に伴う、労働力不足というものが、業界問わずの課題となっているというふうに認識しております。そういった共通、課題意識のもと、大林組さんであったり、トヨタ自動車で共同で現場を研究開発進めております。まずは、一旦建設工事現場ということを対象にしておりますけれども、今後さまざまな業界に、適用対象として広めていきたいと考えております。ありがとうございます。井ノ原さん、もう一問ぜひご回答していただければなというところなんですけれども、現場は、トヨタ自動車さんの未来創生センターの製造工程にも活用されていますかというご質問をいただいています。はい、ご質問ありがとうございます。今後、弊社での自動車製造工程、そういったところにも適用することを含めて、さまざまな生産現場への活用を含めて研究開発を加速させていきたいなというふうに考えております。業界であったり、産業、そういった分野によって求められる技術要素というものは変わってくるというふうに想定していますけれども、いずれにしても、現場に寄り添った姿勢で研究開発を推進していきたいというふうに考えております。井ノ原さん、ありがとうございます。続いてはですね、少し技術的なご質問になってくるかなというふうに思いますが、3D シミュレーターの作成にはどれほどの時間がかかるでしょうかというご質問ですね。こちらは田島さん、ご回答お願いできますでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。作成時間は改善対象の工程によって大きく異なります。詳細な表現や大規模な、工程に対応しようとしますと、作成時間は大きくなります。あくまで一例にはなるんですけれども、東名玉川橋の事例ですと、10人の作業員さん、また、1時間ほどの、工程で、新規の方に、トライしていただいて、2週間から、1ヶ月程度の、実績がございます。一度 3D 環境を、作り込んでしまえば1週間程度で、追加の作成も、可能です。ありがとうございます。もう2問くらいですかね。田島さんにぜひご回答していただきたいなと思っているんですけれども、まず作業員さんのスキルのシステムへの具体的な反映方法を教えてくださいというご質問ですが、こちらいかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。最適化問題の制約条件として現在入力しております。工程への、作業、例えばの例なんですけれども、工程への作業はこの保有スキル、ある作業員さんしかできないっていうような割り当てを行っております。はい、ありがとうございます。もう一問ですね。最適解を得るまでの計算時間はどれくらいでしょうかというご質問ですが、こちらはいかがでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。こちらについても、マシンスペックだったり、計算の大きさにもよるので、ちょっと一概には言えないところもあるのですが、今回、トライした事例でいきますと、数分程度になります。ありがとうございます。じゃあ続いてですね。現場について人の育成のために作業を覚えさせるためには今までやっていなかった人に担当を割り当てる必要があると思いますが、そういった考慮はできているのでしょうかというご質問です。こちらは小川さんにお願いができればなと思いますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。今回紹介した東名玉川橋の事例のようにですね、シミュレーション内で、作業担当ごとの工程フローを見える化しておりますので、新しい作業内容でも、事前にバーチャル内で確認することができます。また、作業が始まる前に実際に確認することができますので、スムーズに現場に入ることができると考えております。で、我々がそういったところが非常に強みなのかなというところを考えて研究開発をしております。ありがとうございます。またちょっと小川さんにご回答いただければなと思うんですけれども、建設現場では天候により工程が、変わることもあるのではないかと思いますが、どのように反映されているのでしょうかというご質問ですが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。工程の、変動にですね、自動ですとか、あるいはリアルタイムに追従する仕組みというのは現在は、ない状態です。あくまで本当に理想的な対象工程の事前シミュレーションになっています。なんですけども、基準の工程があることで作業の標準ができると考えておりますので、より現場の改善も進むのではないかと考えております。
ありがとうございます。じゃあまたちょっとポタロのパートに戻れればなと思っておりますが、既存病院への導入の課題はどのあたりでしょうかというご質問ですね。こちらはじゃあ豊島さんお願いします。はい、ありがとうございます。ロボットが走ること自体は、バリアフリーの病院であれば、比較的問題なく走れるかなとは考えています。ただ、古い病院になりますと、廊下の幅ですとか、ドアの幅などが極端に狭いと、さすがにちょっとロボットではどうしようもないというようなケースも、あるかなと思います。あとは、今回のポタロのように、置き配をできるタイプですと、2役場が必要になるので、そういったスペースをいかに確保できるか、もともとそういったことが想定されてない状態で建てた建物の中ですと、そのあたりの、取り回しといいますか、物流をどう、取り回していくかっていうところが、成立すれば運用できるかなと思っています。ありがとうございます。またちょっと豊島さんにご回答いただければなと思うんですけれども、ロボット導入に向けた医療従事者への研修は日々の業務で忙しい中、どのように進めていったのでしょうかというご質問ですね。こちらはいかがですか？はい、ありがとうございます。ですね、そうですね、研修というほど、大規模な、教育みたいなことは、実施はしていません。各病棟で、複数回説明会のような形で、扱い方の説明を、させてもらっています。でももちろん、看護師さんたち全ての方が、全員参加できる、わけでも、ないですけど、繰り返し、ご説明しながら徐々に慣れていっていただいたというような形になります。看護師さんたちの中で、新人の方など、入れ替わりも非常に激しいので、皆さんの中でノウハウとして扱い方を、教育していっていただいているような形になります。ありがとうございます。じゃあ続いてですね、病棟や運ぶものによって割り当てるロボットの台数やタスク優先がありそうですが、その辺の制御はどのようにされているのでしょうかというご質問ですね。こちらは渡辺さんお願いできますでしょうか。ご質問ありがとうございます。タスクの優先度とロボットの実行中のタスクを考慮して、統括サーバーから交差点の通行優先権を制御する技術を使っています。また、高社会の、渋滞状況を考慮して、エレベーターの優先利用のロボットを決定する仕組みも、導入しています。ありがとうございます。じゃあまたちょっとポタロの、最後ご質問をさせていただいて、また現場に戻れればなと思います。この質問はポタロに関するご質問です。攪拌に向けて効果測定の方法を具体的に、数値表現するとしたら、どんな数字を使いますか？歩行数などはありますが、人は減らせない点で効果を表すのが難しそうですがというご質問ですね。こちらは豊島さんいかがでしょうか？はい、ありがとうございます。そうですね、非常に難しい質問で、僕たちも、どういう表現の方法がいいのかというのを試行錯誤しながら取り組んでいるところではあるんですが、今回、講演の中でもお話しした通り、人を減らすこと自体を目的とはしていません。で、ロボット導入したことで、看護師さんたちの、ものを取りに行く時間っていうのが、解放されることで、看護師さんたちが、患者さんのそばで、過ごす時間がどれだけ増えたかっていうのが一つの、指標になるかなと考えています。で、そこから、連鎖して看護師さんたちの、看護の質っていう定量的な指標の、向上というところに、つながっていっているというのが、観測できると、良いのかなと思っております。で、そういったところにも、チャレンジしているところです。ありがとうございます。じゃあここからはですね、また現場に関するご質問についてピックアップしていければなと思っています。現場で情報をインプットしてからリスクの算出までに何秒くらいかかるのでしょうかというご質問ですが、こちらはじゃあ田島さんお願いします。はい、ご質問いただきありがとうございます。こちらについては、ほぼシミュレーション回す時間とイコールでして、シミュレーションが完了するとすぐにログのデータが出力されるので、タイムラグはほとんどない状態となっております。そのため、ユーザーがアプリを操作する時間程度が、そのリスクの算出までにかかる時間になってくるかなと思います。ありがとうございます。
またちょっと田島さんのご質問になってくるかなと思うんですけれども、筋疲労のモデルは身長が重要なパラメータな気がしていますが、個々の身長情報と筋疲労モデルとの関係はどのようになっているのでしょうか。高所作業に低身長の作業者が作業するようなアンマッチ条件での筋疲労は通常以上に過負荷になる気がしていますというようなところですね。こちらではご回答いただきたいです。はい、ご質問いただきありがとうございます。身長を、パラメーターとして筋力計算に用いる値は、変化します。ただ、作業姿勢自体は、現場上、現状日本人男性の平均の170センチのモデルを使用しているので、現在いろいろな身長の方だったり体格を持っている方に、対応できていない状態です。なのでこちら、もちろん重要な要素になってくると思いますし、今後対応していきたいと考えております。ありがとうございます。ではですね、車両配置シミュレーションでは3班4班とありましたが、これはどのような評価を行っているのでしょうか。人間が判断しているのでしょうか、それとも何か評価指標などがあるのでしょうかというご質問ですね。小川さん、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。今回は、工期というものと残業時間、あとは車両の入退場回数の目線で評価をいたしました。はい。ありがとうございます。それではもう一つ小川さんに回答していただこうかなと思いますが、現場の内容はあらゆるものづくり現場に、適用できる技術だと感じましたが、トヨタ様ではすでに自動車ものづくりの中にこれらの技術を取り入れられており、それを外部転用しているのでしょうか。それともこれら開発を自動車以外で養って自動車ものづくりに反映されるのでしょうかというご質問ですね。こちらはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。本当にご指摘の通りで、あらゆる現場の適用できるものとして、我々はまず建設現場からスタートさせてもらいました。なんですけども、さまざまな産業のものづくりのノウハウというものがこの現場でデータ化されるかと思いますので、自動車産業を含めたさまざまな産業に生かしていければなというふうに我々は思っております。ありがとうございます。続いてはですね、未来創生センターに関するご質問もいただいておりますので、ちょっとそちらピックアップしていければなと思ってます。はい、発表ありがとうございました。未来創生センターでは車作りとは直接関わりが少ないようなテーマをどのように起案しているのでしょうか。またテーマ選定にあたって何か制約はあるのでしょうかというご質問ですね。ではこちらは井ノ原さんにご回答をお願いします。はい、ご質問いただきありがとうございます。テーマに関してですけれども、将来のトヨタ自動車弊社が必要とするような、ものであったり、そしてかつ、お客様の幸せにつながるような、研究テーマ、そういったものを、マネージャーであったり担当者というものが一体となって、考えております。テーマ選定の、自由度に関しては比較的高いというふうに考えております。ありがとうございます。もう一つですね、ちょっと未来創生センターに関するご質問いただいておりまして、未来創生センターはドクターを持っていないと入れないのでしょうかというご質問もいただいてますね。こちらも井ノ原さん、ぜひご回答いただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。ドクターを持ってないと入れないということはございません。ドクターを持っていらっしゃる方もたくさんいるんですけれども、大学院の修士卒であったり、学部卒の方も多く活躍している、場所となっております。ありがとうございます。さあ、質疑応答のお時間ですね。ちょっと折り返しというところで、あと10分弱くらいお時間がありますが、またちょっとですね、ポタロのパートに関するご質問に戻れればなと思います。では、これは豊島さん宛てのご質問かなと思うんですけれども、エレベーターはポタロ専用ですか？エレベーターは専用管制運転ですか？人とポタロはエレベーターの中で、同乗しますかというようなご質問ですね。こちらはいかがでしょうか。今の、搬送では、日中の、時間帯は、ポタロ専用でエレベーターを割り当てていただいています。で、ポタロ専用にしている大きな理由としては、搬送の2両が非常に多いので、人と、同乗させてしまうと、少し譲ったりとかで、時間を使ってしまうので、荷物が、
時間までに間に合わないといったことが想定されています。なので、日中はロボットポタロ専用でエレベーターを2台今割り当てていただいています。で、一方で夜間の時間帯は人の利用もだいぶ減るので、病院スタッフの方もポタロ専用のエレベーターが利用できるような形となっています。で、夜間の時間帯は利用頻度自体がかなり低いので、わざわざ同じエレベーターに乗っているケースも少ないかなとは思うんですけども、一応同乗はできる形になっています。ありがとうございます。続いては渡辺さんにちょっとご回答していただきたいなという質問なんですけれども、災害や停電などが発生した際にポタロはどのような対応を行うのでしょうかというご質問ですが、こちらも渡辺さんご回答お願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。エレベーターから管制信号を受信した場合は、避難の妨げにならないように、最寄りのウェイポイントで停止をいたします。その後は保全担当者が安全を確認して復旧をいたします。ありがとうございます。ちょっとですね、ポタロの、技術的なご質問結構いただいておりまして、ちょっとまた渡辺さんにご回答していただきたいなっていう質問を読み上げさせていただきたいなと思ってます。ポタロは屋外も走行できるようになるのでしょうかなどの、ご質問ですね。こちらはいかがでしょうか。そうですね。一部センサーを改良することで屋外での走行も可能かなと思ってます。先ほどご紹介したんですけど、ロボットの稼働率にはまだまだ余裕があるので、病院のさまざまなニーズに応えていけるように検討を進めていこうかなと考えてます。ありがとうございます。じゃあちょっと現場の、ご質問にもまたピックアップできればなというふうに思いますが、田島さん宛てのご質問ですかね。現場のデジタルツイン開発についてですが、これはすでにあるソフトウェアをベースにして開発されているのでしょうかというご質問ですが、こちらはいかがでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。3DCG の部分はゲームエンジンであるアンリアルエンジンを使って開発しております。また最適化であったりデータ分析についてはマトラボを用いて開発進めております。ありがとうございます。はい、続いてですね、これも田島さんかもしれないんですけれども、建設現場のシミュレーションにゲームエンジンを用いられていると思いますが、人のティンヒーローなどの計算は他のサービス、例えば Python などと連携されているのでしょうか。またゲームエンジンでシミュレーションするメリットは何ですかというご質問ですね。こちらはいかがでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。金疲労の計算自体はですね、ゲームエンジン内で生成したキャラクターの姿勢をもとに外部ツールを使って計算しております。ゲームエンジンのでシミュレーションするメリットについてなんですけれども、ゲームエンジンを使いますと、ゲーム内の人の動きを作る機能が、たくさんございますので、キャラクターの姿勢生成であったり、移動する機能などさまざまな、基本機能を使って、開発することができます。また、リスクの表示についてもゲームの、UI の機能を多く活用して、開発の方を進めております。ありがとうございます。続いてはですね、こちらも現場に関するご質問で、デジタルツイン技術は設備故障などの予測、それに伴う OEE、総合性設備、効率改善検討などは可能でしょうかというご質問ですね。こちらはじゃあ小川さんにご回答いただければなと思いますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。我々のこの現場というものはデジタルツインの中でも、人中心のシミュレーションとして人の負担ですとかリスクの分析から事前に開発ツールとしての活用というものを考えております。従いまして、現時点なんですけども、設備の稼働情報と連動してはいないんですけども、設備の故障予測ですとか機械の動きとも連携したシミュレーションというものは、今後検討できればと思っております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろとたくさんのご質問に未来創生センターのご登壇者の皆さんにご回答していただいているうちに20分間も過ぎているというようなところで、この後ですね、最後一つだけラスト質問というところでご回答いただければなというふうに思っています。では田島さんにご回答いただく質問にしようかなと思ってます。3D シミュレーションを実施することでリスクまでは
弾いてもらえるのはとても嬉しいと。工事現場のみでなく設備作りでも使用できるのではないかと感じます。シミュレーションに与えるパラメーターは人によってばらつきなど発生しにくくなっているのでしょうかというご質問ですね。こちらいかがでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。人によって、与える、パラメータのばらつきなんですけれども、そこが結構難しいところでして、今そこのばらつきを、防ぐために先ほどの発表でも紹介させていただいた、自動化する仕組みを、入れていまして、やはり人ですと例えば災害のひどさどのくらいだろうって結構難しかったり、あとこの、リスクだと、どのくらいの頻度で、暴露さらされてしまうのかっていうところが結構難しかったり、するので、現在そこをやはり人に頼らずシミュレーターの中で自動化できるような仕組みを、取り入れられるような開発を進めております。はい、田島さんもご回答ありがとうございました。そして、未来創生センターの皆さん、質疑応答のご回答ありがとうございました。それではですね、もう間もなくイベント終了というところですが、はい、最後にですね、テックプレイからご案内ができればなと思っています。本日のイベントを主催しているトヨタ自動車さんのテックプレイグループページのご案内です。グループをフォローいただくと、次回のイベントのご案内や本日のイベントアーカイブの公開連絡などをタイムリーに受け取ることができます。まだフォローされていない方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください。それでは本日のイベントはこちらで以上となりますが、最後に登壇者の皆さんから一言ずつ感想をお願いできたらなというふうに思っています。ではまず井ノ原さん、最後のご感想をいただけますでしょうか。はい。本日は多くの方にご参加いただきましてありがとうございます。今日は未来創生センターについて知っていただける貴重な機会となりましたので、ぜひこの後も未来につながる研究のホームページだったり、X 等でつながれればと思います。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続いて田島さんお願いします。はい、本日は平日の夜遅い時間にもかかわらずたくさんの方に参加いただいてありがとうございます。なんと登録されてた方が、600人を超えたこと聞いて私自身とても驚いております。本日は記念病院のプロジェクトであったり、現場のプロジェクトを紹介させていただいたんですけれども、これを機にこれらのプロジェクトもそうですし、それ以外の面白いプロジェクト未来創生センターやっておりますので、興味を持っていただけると大変嬉しく思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続いて小川さんお願いします。はい、本日は本当に皆様、こんな時間ですがお集まりいただきありがとうございました。今回、紹介させていただいた、現場の取り組みなんですけども、本当に現場の方々にいろいろとご協力いただいてこういったことができております。あとは、先ほどアンケートって話もあったんですけども、本当に何でも面白かったですとか、本当にここよくわからなかったとか、何でもいいのでいただけたら嬉しいかなと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。それではポタロの渡辺さん、感想お願いします。はい、今日は平日の夜遅い中ご参加いただきありがとうございます。そうですね、私たちのこういった取り組みをご紹介できる場があって大変嬉しく思ってます。また今回紹介した内容について何か親とかこれ良さそうと思った簡単なコメントでもいいので、コメントをいただけると私たちも大変嬉しく思います。また今回の取り組みについてなんか自分たちで協力やっていけるところがあれば、またぜひ手をつないでから一緒に取り組めたらいいなと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは最後に豊島さんお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、こんな遅い時間まで皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。私たちの、研究、活動、今日明日で急にものになるというようなものではないかなと思っていますけども、これからの、日本の未来に、必ず役に立つと信じて取り組んでます。今日、お集まりいただいた皆さんと、何か一つでも、新しい、チャレンジにつながるきっかけになれば嬉しく思います。本日は、長丁場、お付き合いいただきありがとうございました。
未来創生センターの皆さん、ありがとうございました。それでは本日のイベントはこちらで終了となります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。